システム設計ってやっぱ必要だよねって思ってほしいんですけど、社内の PM はめっちゃ賢くないとダメだと思います。何回チャレンジできんのそもそもみたいな話だと思うんですよね。点で考えるなと、線で考えろと、本当になくしたい。どうすればなくなるのか。皆さんこんにちは。システム組み立てチャンネルの大滝とシンボリと奥島です。今日はこの3人でお届けしていきたいなというふうに思ってるんですが、タイトル、セールスフォース導入でシステム設計に注力すべき1、2、3。懐かしい。懐かしいな。これ何ですっけ？知らない。3つの理由なんですけど、まず、なんでシステム導入の時にシステム設計しなくちゃいけないと思いますか？後で困るからですか？でも困ってる人たち、そんないるんですかね？いやー、いっぱいお問い合わせいただきますよね。はい。なので今日はこの動画を見てシステム設計ってやっぱ必要だよねって思ってほしいんですけど、どういう人に思ってほしいですか？システムに関わる人、皆さんに見てほしいんですけど、まずは実際システムを使う人たちですよね。これまでなんかシステム導入したけど失敗したなとか、結果使えなくて昔のシステムに戻っちゃったなとか、Excel に戻っちゃったなみたいな人たちは見てほしいですし、あとはまあ会社の経営層の人たちですよね。従業員のみんなが使ったシステムのデータを最後に分析したり見たりとか経営判断をしていくっていう観点やってくるので、そういった経営判断する人も見てほしいですし、あとは我々の競合になるんですかね。パートナー企業さん。まあ君たちのせいで失敗してる可能性あるよっていう、我々も含めて自戒を込めてですけど、なのでぜひフライクはこうしてるんだよ。で、自社どうなんだっけっていうのをこう照らして合わせてほしいので、まあシステムに関わるいろんな人たちに見てほしいなっていうふうに思います。結論言うと、セールスフォースを導入している情報システムとか経営企画部、構築して終わりに嫌悪感を感じている人たち。一つ目。二つ目が経営者。仕組み化で利益体質を作りたいと思ってるけど作れていない人たち。はい、で、最後、三つ目がセールスフォースのパートナー企業ですね。はい、競合他社ですよね、我々からすると。付加価値提案を強化したいって思う人たちにちゃんと届けたいなっていうふうに思っておりますので、このような方々はぜひ最後までご覧ください。では、早速本編に入っていきましょう。はい、新森さん、お願いします。はい。そしたら、システム設計を、何のためにするのかとか、何に注力するのか3つみたいな話をしましたけど、まず冒頭のところで、よく、機能要件定義はしてますと。でも今日システム開発してます。みたいなのって結構よくありがちで、システム設計をやってないっていう企業さんっていますよねっていうお話なんですけど、まずシステム設計というか、機能要件とかって何ぞやっていうところなんじゃないですか。そうですね。要求定義、要件定義、システム設計とかなんかいっぱいいろんな言葉ありますけど、そこのちょっと話をしていきましょうと。設計と機能要件ってどう違うかっていうと、我々が思ってるのは、機能要件ってあくまで点でしかない。これを取引先の管理ができること。いや、でって話じゃないですか。管理したとてみたいな。で、設計はそのいろんな機能要件をつなげて線にする。取引先の管理ができること。なぜならば、こういう業務フローでこういう風に使うから。だからこういうレイアウトがいるよ。こういう機能がいるよ。みたいな形で、皆さん点でしかやっていない。これをちゃんと線につなげましょう。っていうところが、機能要件は点。システム設計は線。みたいな形で、まず私はこの2つに分けて考えてます。なので、今日の結論から言うと、点で考えるなと。線で考えろと。っていうところを今日は話していきたいなっていうふうに思います。中の格言っぽいですよね。そうですね。今日なんかパシッと決めてきますね。さすがです。さすがしっくりくん。ありがとうございます。で、じゃあ何を設計でやってんだみたいなところは後編の方で、しっかりと実際にやってる内容とか作ってる納品物みたいなところを説明しながらお話ししていくので、今日の前編っていう観点だとその概要みたいなところをしっかりと皆さんにお伝えしていきたいなというふうに思っております。ちなみに今日説明してもらう資料は無料でダウンロードできたりするんですか？いいだろう。いいだろう。ご提供しましょう。はい。じゃあその時には奥島さんにファックスで伝えたらいいんですか？わかりました。任せてください。そんなわけない。そんなわけないですよね。そんなわけあるかいって。概要欄にしっかりと資料。ボケるならもうちょいボケて。そう披露宴系ね。冗談を置いといてちゃんと概要欄に YouTube の概要欄に貼ってるので、そこからポチッと押していただいてダウンロードいただければというふうに思います。で、さっき線と点みたいな話をしましたけど、ちょっと資料を使いながらお話をしていくと、そもそも何が違うのかみたい
たいなところでいくと、左側に書いてあるのが機能要件。で、右側に書いてあるのがシステム設計みたいな形で目的、終点、問いかけ、扱う範囲、成果物っていうこの5つに分けて書いてますけど、見ていただいて分かる通り、そもそも違うよねっていうところですね。目的のところでいくと本当に何ができるか、取引先の管理ができることっていう、このもう点でしかないようなイメージですね。ただシステム設計はその管理をした上で、もっとどういう風にシステム使っていけば、そこの情報が蓄積されていくのかとか、まあ当たり前にその状態が続くっていうところを考えながらやっていくっていうところがシステム設計になってきます。で、終点同じですね。瞬間を満たす機能要件ではなくて、それを線につないでずっと継続して管理ができる状態を作るっていうのがシステム設計。で、次、問いかけですね。実際に今、取引先の管理ができることみたいな話しましたけど、まあその点でしかない。この画面で何ができるのか、ボタンが押すと何が起きるのかっていう観点でしか機能要件はないんですけど、システム設計の方は、まあ、なぜ入力したら継続ができるのかとか、これを使い続けることによって今後 Excel に戻らなくていいよねみたいなところの、まあ今後長く使っていくっていうところを考えていくようなイメージですね。で、扱う範囲はさっきお話したとおり、点と線の違い。あと、成果物。これが多分一番わかりやすいんですけど、機能要件って結構なんか一覧でしかない。なんか大区分、項目の管理、取引先管理、取引先の管理ができること、こういう項目があることみたいな一覧でしかないですけど、システム設計になってくるとデータ構造とか、それに業務フローが関わってきたりとか、まあ、何かしらこうアルゴリズムを書いたりとか、あとまあ承認ルール、この承認は誰から誰に飛ぶみたいな承認ルールがあったりとか、あとはまあ例外処理、こういうことが起きた時にどうするかとか、あとは機能要件とかも入ってきますよね。なのでそもそも結構大きく違うっていうところが概要としてあるかなっていうふうに考えてます。これすごく大切だなと思ってて、機能要件が終わったユーザーさんが、これでシステムを作ってくださいって、あたかも RFP かのように我々に依頼してくるお客さんっているんですよ。で、お客さんに突っ込むところとしては、これで作っても使えないシステムになりますけどって言うんですね。その時になんでですか？そんなことないですよって絶対言うんですけど、じゃあこの場合どうですか？この場合どうですかって言ったら、って言うんですよ。それが点と線の違いですよね。そうですね。で、それをシステム設計までしっかり提案の中に入れないといけないですよって、RFP の中に入れないといけないですよって言ったら、盲目でした。あとは機能要件だけを伝えたら2ヶ月後3ヶ月後にはシステム開発ができて使い始めれると思ってましたって言ってお客さんが山ほど多い。ただそれをフライクに問い合わせをせずに他のパートナーさんでやってる時にはもう機能要件だけでシステム開発に行っちゃってることのがめっちゃ多いっすよね。それはもう問い合わせを来た時点でこのお客さん問い合わせしてよかったねってめっちゃ思います。問い合わせしてちゃんとこれじゃまずいと思って問い合わせしてくださってるので、なかなかそここのシステム設計っていう領域までユーザーさんの方で考えて作るっていうのがいかに難しいかっていう話でもあるんですかね。そうですそうです。機能要件までできてるのも素晴らしいと思うんですけど、その先のところでシステム開発パートナーとかに連絡をしてしまってるとか、あとはあんま大きい声で言えないですけど、セールスフォースの担当営業も機能要件までしかしないので、あとはそれができたらもうインプリパートナーに丸投げみたいなところは過去起きてた。最近は僕たち一緒にビジネスしてないからわかんないんですけど、機能要件だけで終わってしまってたっていうのは、そりゃ使えんよねっていう感じですよね。私が思うのは、機能要件って誰がするのって話ですねっていうところなんですけど、結構自社側でしてることが多い。使う人たちが、なんかこのシステム使いにくいに新しく変えようってなった時に、じゃあこの画面が欲しいとか、こういう帳票が欲しいとか、今の Excel をこうしたいみたいなのをバーって自社でまとめて、じゃあ作ってね、みたいなことがすごく多いので、やっぱり機能要件って使う側が出す要件みたいなイメージが強くて、さっき自社で難しいよねみたいなお話ありましたけど、恋は盲目みたいな、電車でこうイチャイチャしちゃうみたいな。でも旗から見ると、とんなわいみたいなのと一緒だと思っていて、ユーザー側でやると、結果今のシステムのコピーにしかならないって私は思うんですよね。その帳票本当にいるのを多分考えてない。今あるから作りましょう。画面も今これがあるから同じものがいいです。それってなんかリプレイスする意味あるんだっけみたいなところはめちゃめちゃ思うので、もちろんやるに越したことはないですし、できるんだったらやった方がいいと思いますけど、結構やっぱり盲目になっちゃうので、ちゃんと外を巻き込んでやっていかないと失敗するんだろうなって
、いろんなお問い合わせとか、これまでの経験を見て、私は思ってますっていう感じですかね。機能要件まで出たら、それをセールスソースに載せるかどうかはさておき、この機能要件まで出したら、別にセールスソースで構築する必要ないなって思ってて、クロードで自分で作っちゃうみたいなことってできるなと思ってて、機能要件やったらこういうこと管理したいんだけど、こういう風なシステム作ってとか、Excel で作ってとかって言ったら、それでできるので、冒頭でこの動画見てほしいのは、うちの競合他社になり得るパートナーを見てほしいみたいな話しましたけど、実はこのシステム設計をしないと、パートナーの仕事って今どんどんなくなってきてるんです。なので、さっきもメール来てたけど、パートナーの企業からうちの方に連絡が来て、要員こんだけいますと。空いてますと。で、来てたよね。11人空いてる人がいます。どうですかみたいな。そんな営業おもんないんだろうなと思ってるので、なので AI にこの職種が奪われる時には、そういう風なパートナー企業は奪われると思ってて、機能要件を賢いお客さんはできるようになってる。ただシステム設計で、ここでいう一番成果物のところですよね。データ構造と業務フローと承認フローとアルゴリズムと例外処理ができないパートナーさんは仕事がなくなるだろうし、この機能要件との違いっていうのは重いし大きいなって思います。で、今じゃあ機能要件とシステム設計みたいな話をしましたけど、機能要件だけで進めちゃうとどうなるのかみたいなところをちょっと例と話しながらいくと、資料上4つ上がってますね。入力ルールが人によって違う。これめちゃめちゃあるあるだと思いませんか？取引先の管理ができること。じゃあ取引先管理できる項目何がいりますか？できました。管理できてます。でもみんな入力するタイミング違うとか、入力するシーンも違う。携帯でする人もいればパソコン持ってする人もいれば、そもそもパソコン持ってねえしみたいなことも起きたりとか、結構機能ベースでいっちゃうと人の動きっていうのがバラバラになっちゃうみたいなことって結構あるあるですよね。CRM、SFA っていう観点で言うと、受注したタイミングで入力すればいいよねっていう人も中にはいて、まさにこれ入力ルールが人によって違うのは、リードのタイミング、見込みの商談の時で入力してねっていうのは経営陣とかマネージャー陣が思うことだけど、現場の担当者からするとめんどくさいじゃないですか。入力を項目がめっちゃあって、受注するまで100項目入力しないといけないみたいなルールって。そしたら受注した時でいっかとか。こうポケット入れといて、ありましたって言って後で入れときますっていうのはあるあるですよね。だからそれが入力ルールが人によって違うってことですね。そうです、そうです。で、次。この入力ルールが人によって違うとか、ちゃんと定義できてないと何が起きるかというと、データが信用できませんと。顧客管理ができてるものの、このデータ正しいんだっけとか、今の時間の話もそうですよね。今最新なんだっけみたいなことが起きるので、結果、コミュニケーションを取る。あれどうなってんの？こうなってます。あ、そうなんよね。後でセールス更新しときみたいなコミュニケーションが起きちゃうので、信用できないと。で、3番目、これめちゃめちゃあるあるなんじゃないですかね。結果的にみんな入力しづらくてせずに、Excel で打ち合わせしてますとか、Excel で習字の会議してます。みたいな形で、Excel がせっかく作ったシステムに乗ってきますと。で、最終的に何が起きるかっていうと、システムが形骸化するっていうところで、セールスソース使ってませんよと。もう今全部 Excel でやってますけど何かみたいな状況が起きてしまう。これなんか Excel が悪いわけじゃないっていうところはちゃんとお伝えしておきたいなと思ってて、うちもセールスソースと Excel を連携させましょうっていう提案結構してると思うんですけど、Excel は Excel で入力のしやすさとか、一覧で見れることが視認性が高いからっていうのがあるけど、一つ一つのレコード更新するのはめんどくさいからセールスフォースに連携しようみたいなところだと思うんですけど、これって初めの機能要求にしとかないと、Excel がいいですっていう人たちには絶対 Excel に戻ってくるから、そういうふうに機能要件しとかないとよろしくはない。機能要件して、システム設計までして、ここからここまでは Excel の範囲、ここからここまではセールスフォースの範囲みたいなことをやっとかないと、まあよろしくないシステムになっちゃいますよね。Excel 最強ですからね。やりやすいよね。Excel に慣れてる人にそれ以上のツールって多分もう難しいと思うので、やっぱり Excel は残すべきところは残して、ただデータベースは1個でちゃんとそれが Excel にアウトプットされてるだけだよ、みたいな構成にするとなんか素敵な形になりそうですね。ちょっと私データが信用できないところの話をしたいんですけど、まあもう3月ですわ。1月のタイミングって、まあ来年の12月のタイミングって、企業って年賀状送ってくるじゃないですか。はいはい。フライク社は送らないけど。ありますね。世の中的に。世の中的に。もう5時すごいんだよ、あれ。前株と後株ね。株式会社フライクだけど、フライク株式会社になってたりとか、大滝の滝を間違えるとか、結構あるんですけど、これね、入力してる人が人だからだと思うんですけど、他のシステムと連携させるとか、重複ルールどうするかみたいなところの信用を担
歩するための設計ができてない。入力規則がちゃんと設定されてなくて、今みたいにその株式会社っていう表記とカッコ株で2つ存在しちゃうとか起こりうるわけですね。そうすると年賀状2通いっちゃうわけですよね。そう。下手すると。それ怖いですよね。なので D2 に貸せないために、セールスフォースから CSV にダウンロードして、こうやって。社内の中で回覧して。こうやって。地獄ですね。それは。あるあるだと思いますよ、でも。うちのお客さんでもね、ちゃんとセールスフォース入力しないんだろうな、みたいな人って、ちゃんと間違えてきますからね。ちゃんと間違えてますね。何回も言うもん。ちゃんとデータ連携して、綺麗にしないとダメですよ、みたいな。うちは運用がまだ回ってないんで、言い訳してんだよな、あのお客さん。見てますそのお客さん。完全に浮かんでますね。完全に浮かんでますよ。バイネームで浮かんでますよ。なので、そうならないためにシステム設計をちゃんとしましょうっていうところですね。点で考えるんじゃなくて、ちゃんとそれを線につなげていくっていうことをしていくことによって、そのシステムっていうのが会社のちゃんと業務基盤、データ基盤になっていきますし、基盤になれば何が起きるかっていうと、業務とシステムが一緒に回っていく形になるので、しっかりとシステムも回り続ける形になりますよねっていうところですね。なので、本当に何回も言ってますけど、機能要件で瞬間を満たすんじゃなくて、ちゃんとシステム設計をしてずっと継続を作っていきましょうっていうところが、すごく重要なポイントかなっていうふうに思います。同じような話ですけど、具体的に書いてありますね。そもそも要件定義、機能要件とシステム設計ってもう全く別のものだよねっていうところですね。機能要件は本当に何ができれば良いかっていうのを点でしか考えていない。システム設計はその機能要件に対してそれをどう使っていけばその状態が当たり前に継続して回し続けれるかっていうところを考えていく。ただ、やっぱり機能要件で突っ走ってしまうシステム構築、プロジェクトが多すぎるので、最終的に Excel に逆戻り、人と人のコミュニケーションに逆戻りが起きちゃうよっていう感じのとこですね。仮にその機能要件で、点に過ぎないから失敗するんですよというお話ありましたけど、奇跡的にそれでうまくできたとするじゃないですか。はい。だとしても時系列で考えると、1年後、2年後、3年後とかで、そのサービスの内容が変わったりとか、増えたりした時に絶対出てきますよね。だからどっかでやらなきゃいけないし、ちゃんとシステム設計っていうフェーズを通して残しておけば、そこに立ち返ることもできるっていう話ですよね。いやもう本当にその通りで、セールスソース5年使ってきましたと。フローが300、400個ありますと。新しい機能を作りたいけど、これ以上回収できません。フライクさん、どうすればいいですか、っていうお問い合わせが多分これだと思っていて、機能要件で多分すっげえ大量に洗い出して、なんとなく回ってますと。それこの前来たやつじゃん。そうこれも完全に浮かんでるやつじゃん。回ってたんですよ、多分どうにか人が頑張って。いや、僕、最たる例が、この前 PR タイムズに載ってて、って思ったんですけど、福岡で有名なが、セールスフォースゴリゴリ使ってますみたいなのが、さんから出てたんですね。PR タイムズで。シンボリさんもイメージつくと思うけど、リードが使えません。アカウントエンゲージメントと連携ができません。回収に1200万ですって。で、それで払ってんだよ、彼ら。確かに、そういうことか。で、これなんで起きたかっていうと、要件定義とシステム設計は別物、理解をしてるの。でも、要件定義は、他にお願いしてて、これに1500万払ってるんです。システム設計は、にやってるんですけど、でも、連携できてないので、業務設計は他社に依頼して、システム設計も他社に依頼して、で、社内の PM も違うんですね。アホかいと。っていう感じの状況が起きてるので、なので、要件定義とシステム設計は別物だけど、他社にお願いするんだったら、社内の PM はめっちゃ賢くないとダメだと思います。アドミンがめっちゃ賢くないとダメで、管理者が。一方で、同じ会社に依頼するんだったら、ちゃんと設計書を納品をしてくれるパートナーじゃないとダメだなと思ってて、議事録とかもちゃんとあるとか、システム設計書がちゃんと定義書として、その再現性ができる形でちゃんと用意されている。で、システム開発はアジャイルでしていないことですね。あるあるですよね。便利そうなスーパー単語ですよね、アジャイルって。要件定義した後にアジャイルで開発しますって、ほぼ要件定義って意味なしですもんね。ブラッシュアップできるからみたいなこと言っちゃいますけど。で、この点でやっちゃうとどうなるかっていうと、完成して、その後運用を数年間やって、やっ
べと、新しいサービス今度から取り扱うぞ。やっべ終わったと。もう何もできねえ。みたいな形になってしまって、そこでまた新しいコストがかかってしまうか、よくあるのだと、新しいセールスソースの環境取っちゃいましょうみたいな。めっちゃ笑っとるやん。完全お引っ越しよね。今の環境にはもう手こ入れするともう大変なことになっちゃうし、手こ入れする方がお金かかるから、一からやりましょう。みたいな。そういうことですか。そうです、そうです。最近この案件多いんですよ。あ、そうなんですか。フライク社。大企業になればなるほどあって、多分、これ全部。はい。もう P も P も P もですね。そう、全部設計書もないアジャイルでやっていた、アドミニストレーターもなんちゃってしかできないから、わかりやすいプロセスビルダー、フローで構築しちゃってるっていう感じですよ。最近のシステムのこの強み、ノーコード、ローコード。だから、できちゃうから、やっちゃって終わったみたいな。なので、今日問いたいのは、まあ一旦乗りましたと運用に、仮にですよ、うまくいって。だけど、その後にまた作り直しになっちゃってとか、新しい回収ができなくなっちゃって、で、またすっげえコストとか時間をかけるんだったら、例えば2ヶ月後に導入したいを我慢して、今後の未来のためにちゃんとシステム設計をやって、ちょっと落ち着きましょうっていうのをすごく私は言いたくて、まあ今はいいですよ。2ヶ月後ちょっと楽になるシステムが導入して、だけどその先終わるでしょっていうところを本当になくしたい。どうすればなくなるのか。真面目に答えると、ユーザー側は僕もうちょっと勉強すべきだと思います。不勉強ですよ。言っちゃ悪いけど。僕カジュアルメイドなんで結構言ってるんですけど、うちのロゴって紙飛行機なんですよね。じゃあ小学生、中学生の時に紙飛行機って折るの怖いとか思いましたか？いや、別に。ですよね。はい、でも IT ツールって怖いなっていう人結構いるんですよ。僕、専門外なんでとか。それはね、勉強不足なんですよね。やろうと思ってないからなんですね。なので、もっとユーザー側は勉強すべきだし、パートナー側も勉強してないと思います。既存のベンダーがいるのにうちに問い合わせしてくる人たちって、ボックスとの連携もできません。フリーとの連携もできません。パートナー何してんの？セールスフォースのフロー作ってますみたいな。大丈夫 ?AI に取られちゃうよって思っちゃうので、もちろんフライクの知名度っていうのがあると思いますけど、お客さん自身は自分たちの大切な売り上げがなくなっているっていうことに、経営者とか上司は気づいてほしい。で、それをどうにかしたいなっていう人は、なんかうちのホワイトペーパーでも全然勉強できるし、もうチャット GPT とこういろいろ会話しながらどうやったらいいみたいなのはできると思うので、目の前の便利さを取るんじゃなくて、ちょっと中長期的に資産価値の高い投資をするっていう風な観点で言うと、一回こういうシステム設計をやり直すっていうのはありだなって思います。なんか逆のことを言うとやっぱ時間かかりますよね。業務設計して機能要件作って、システム設計して導入ってなっちゃうと時間かかりますけど、フライクはあえてここにしっかり時間を投資して、待てと、アジャイルやめろと、2ヶ月後無理って言って、ちゃんとやるっていうところにすごく注力をしてるので、ちゃんと時間をかけて失敗しないために未来、英語を続くシステムを作るために、ちゃんと時間をかけてシステム設計をしていきましょうっていうところを今日は強く問いたいなっていうふうに思ってます。で、この状態になっちゃうと、やっぱりコストがかかっちゃうので、しっかり時間かけて、みっちりお金もかけてやるべきかなっていうふうに思います。システム設計にお金かけるのって、みたいな、あるあるですけど、それをしないことによって未来お金かかっちゃうので、今ちゃんと投資をしましょうっていうところですね。もう絶対そうですよね。注文住宅の時とか、一番大切なのは僕設計工程だと思ってて、開発するのって、ぶっちゃけ言うと設計が決まってしまったら、どこに依頼しても同じじゃないですか。安いところにお願いしようってどうしてもなると思うので、でもそのハウスメーカーとかって、設計士さんと構築するところが全く同じだから意識していないけど、システムも多分そうあるべきだと思うので、本来だったら設計の段階でわがまま言いたくないですか？家建てるんだったら。アジャイルでって言って、とりあえず壁作って、やっぱ違ったんで壊しましょうみたいな話ですよね。でもそれでお金くださいっていうのは払うで、だって材料費っていう観点で。でもそれがまかり通ってるシステム会社っておかしいと思うので、なのでシステム設計でお金はかけるべきだし、時間はかけるべきだと思いますよね。やっぱりその家とかと違って分かりにくいっていうのがうやむやにされている大きい要因かなっていうのは思いますね。だからこそやっぱり、我々も勉強しなきゃいけないですし、発注するお客さんも勉強しなきゃいけないっていうのはそういうことかなと。改めて、ね、奥島さんパン作るときってすごい今日その話しますね。奥島さんパン作るんですって、でも作る前にチャット GPT に聞いて、どういうのでやったらいいのかとか、温度とか、粉とか調べるって話したじゃないですか。調べます。でもそれでも失敗してしまうときには、チャット GPT にまたね、聞いてってやり直し
するけど、でもそれって奥島さんの工数と材料費かかってるけど、調べたことによってちょっとずつ成功に近づいていってるわけじゃないですか。今じゃあ何が作れるんでしたっけ？今カンパーニュがカンパーニュ作れるようになりました。失敗を繰り返して。でもアジャイルっていうことは聞きもしなかったってことでしょ。なんとなくぽい材料を買って作ってみて失敗して、絶対そのチャット GPT に聞いてやれた内容と自分でなんとなくやり始めた方法って絶対後者の方が時間かかってると思うので、っていう観点で言うとチャット GPT 使って勉強したってことですもんね。やっぱりそのパンは別に言うてコストそんなかかんないじゃないですか。材料も調達できますけど、これがシステムだとうん百万うん千万の世界になってくるわけですよね。じゃあとりあえず作ってみようでやることがどれだけ怖いか。何回チャレンジできんのそもそもみたいな話だと思うんですよね。パンを1回この2時間でしか作業できませんって言われたら多分めっちゃ準備しますもんね。皆さんもそうですよね。はい、でも0、2個多いんじゃない？奥島さんが4時間かけてパン作るのが、多分企業のシステムだったら僕400時間ぐらいかかると思ってて、その巻き込む人、倫理を書く、社内を説得する、ヒアリングする、要件をあぶり出す。普通に300時間投下するし、あと小麦粉ってどれぐらいなんですか？その一つのパン作るのに。200とか300グラムぐらいを使います。ごめん、グラム数じゃないです。円だ、そうですか。いやいや、もう数十円、数百円の世界ですよ。っていうことはもっとですね、数百万、数千万なんで、数百万使って失敗したくないですもんね。数十円、数百円だからまあいっか、みたいな感じですけど。それでもショックですからね。そうだね。確かに。それが会社だったらまかり通るの良くないので。まあ、とはいえね、今日はここの煽ってる動画だけだったら良くないので、次の後編ではしっかりとシステム設計の具体、こういうことをやっていくっていう風な内容ですよね。はい、そうです。ちょっとどういう風な内容かをその資料ベースでちょっと教えてもらえますか？はい、チラッとですよ。チラッと。ちゃんと後編見てくださいね。例えば、機能要件にはないデータの構造、こういう風なリレーションでいきましょうか。あとは、次回話しますけど、ログインの画面までこだわりましょうっていうところ。あとは画面設計って呼ばれる、実際これでもイメージつきやすいですかね。どういう画面でこのボタンを押した時にこういう風に動きましょうとか、どういう色にしますか、デザインにしますかみたいな、これわかりやすいですよね。画面設計をしたりですとか、日本の文化あるあるですけど、帳票ですね。色見積書とか請求書とか、帳票をこういう風に設計してますよとか、あとはフロー定義って呼ばれる業務のアルゴリズムに対して、承認をこういう風にかけていきましょうとか、こういう形でデータ流しましょうね、みたいなものであったりとか。じゃあこういう風なのをじっくり、コトコト煮込んだスープのように説明してもらえるってことですね。今日の動画は問題提起でしたと。じゃあそれを解決するための実際のシステム設計のプロジェクトを具体の内容までしっかり後編でお伝えし、で、この資料は概要欄に記載をしておくので、ファックスで奥島くんから送ってくれるってことですよね。それまだ続いてるんですか？カットできなくなってるじゃないですか。ちょっと概要欄貼っておくので、ぜひダウンロードしてください。今日の動画はここまでです。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。この内容いいねと思った方はぜひチャンネル登録といいねボタン忘れずによろしくお願いします。今日の動画の中でわからなかったねとか、ここもうちょっと詳しく聞きたいなとかっていうところは、もしございましたらコメント欄に記載をお願いします。では、後編もお待ちください。次の動画アップまでお楽しみに。バイバーイ。